世界のジャパンチャンネルへようこそ。ナビゲーターのエリです。外出先でちょっと休憩したいなと思った時、カフェやファストフード店など選択肢はたくさんありますが、皆さんならどこに行きますか？今回は世界が仰天した日本の楽園に関する話題と、それに対する海外の人々の反応をご紹介します。この動画が参考になりましたら、高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。それでは行きましょう。全国に1000店舗以上あるネットカフェは、ネットだけでなく漫画や飲み物もあり、快適に過ごすことのできる場所です。皆さんも仕事や隙間時間で自由空間や快活クラブなど利用したことがあるという人も多いと思います。そんな日本のネットカフェですが、以前店舗内を紹介したある動画が大きな話題を集めていました。ここで実際の映像を見てみましょう。この映像は10年前のものですが、当時から綺麗な店内にリラックスできそうな個室、そして漫画も書店並みの品揃えでしたね。この動画が YouTube で公開されると、ホテルのような設備やサービスに驚いたようで、世界各国の人々から様々なコメントが数多く寄せられていました。ここからはその一部をご紹介しますので、一緒に見ていきましょう。海外の反応。俺の国にもこういうネットカフェがあればいいのに。あの漫画の数を見たか？うちの近所の本屋より多いと思うぞ。なんてこった。俺は生まれる国を間違えたよ。日本はパラダイスなのか？この映像が10年前。この時すでに日本のサイバーカフェは完成していたんだな。今はシャワーもあるし、ダーツにビリヤードもできるぜ。やばいよな。シャワーまであるのには驚いた。日本から生まれるものって斬新だよな。だけどそんな日本が大好きだ。いやいや、ダーツとビリヤードの方が驚くだろ。漫画、映画に遊びに飲み物、想像しただけで楽しすぎるだろう。すごい。いや、ほんとすごい。日本のカプセルホテルを知った時も感動したけど、それ以上だよ。漫画の数に綺麗な個室、それであの安さだって？信じられないよ。あそこで寝れちゃったりもするの？もしそうだとしたら普通のホテルみたいなもんだね。さっき調べたんだけど、夜泊まってもいいのね。あんな場所に一回入っちゃったらもう出る気なくすと思う。1ヶ月以上あそこにいられる自信があるわ。1日たったの$9？もし365日いたとしても$3285しかかからないってことは、アパートを借りるより安いじゃん。よし、俺はネットカフェに住むことに決めたよ。最高じゃないか。日本のネットカフェに行きたい。いや、いっそ日本に住みたい。でもまずは日本語を読めるようにならないとな。正直言って動画タイトルを見たときはここまですごいと思わなかった。でも自分専用のブースがあって、ネットは光回線で、しかもドリンクも飲み放題。こんなのみんな想像できた？俺の国なら漫画とパソコンは盗まれて、飲み物はすべてなくなるだろうな。日本に行くときは絶対この店に滞在するよ。安い料金でシャワーを使えて、寝ることも食事もできるなんて、
貧乏旅行しかできない俺にぴったりだ。日本のネットカフェってすごいんだな。でも俺は自分の家でゆっくり好きな漫画を読む方がいいな。一度くらいは行ってみたいけどね。行きたいっていうか、ああいう部屋を家に作りたいわ。壁一面漫画用の本棚にしてリクライニングシートを置いて、想像しただけで楽しそうよね。リクライニングシート？高級な椅子に座れるのか。なんて優しいお店なんだ。誰かが漫画を盗んだり破損させちゃったらどうなるの？店員さんたちはどうやって対処するんだろう。日本でそういうことをする人は聞いたことないね。図書館みたいなものなんだよ。図書館で本を破損させる人はいないでしょ。治安がいいから成り立つビジネスなのか。相変わらずクレイジーな国だぜ。以上が海外の人々の反応でした。膨大な漫画の数に驚く声や、充実した設備でプライバシーも守れる専用ブースを羨む声が多かったですね。日本ではネットカフェの個室は珍しいものではありませんし、大量の漫画や雑誌が置いてあるのは当たり前の光景ですが、本来インターネットカフェと漫画喫茶は別物でした。漫画の貸し出しと飲み物の提供を行う漫画喫茶は1975年頃、漫画好きな喫茶店の店主が趣味で持っている本を店内に置いたのが始まりと言われています。ネットへの接続と飲み物の提供を行うインターネットカフェは1995年頃、一般にはインターネットの存在があまり知られていない時代に、主に大学などの研究目的で利用されていたそうです。そして2001年以降、ネットサービスを取り入れたネットカフェが全国的に広まり、漫画の読める場所とインターネットに接続できる場所の区別がなくなっていったのだとか。次々と新しいサービスを打ち出し、外国人を驚かせている日本のネットカフェですが、海外のネットカフェはどのような状況なのでしょうか。そこでここからは海外のネットカフェ事情についてご紹介していきます。フランス。日本とは違い、漫画喫茶とネットカフェが分かれていることが多いようです。フランスでのネットカフェはネットにアクセスするためのパソコンを提供するカフェやコーヒーショップを指し、オープンスペースにパソコンが並んでいるだけの施設が多く、個室がある場所はほとんどありません。料金も日本より高く、30分300から500円ほどで、深夜営業もしていないのだとか。営業時間の制限や個室を設けないのは、日本のようにしっかりしたセキュリティがなく、売春や麻薬など犯罪の温床になることを懸念している面が大きいそうです。これといった特徴もなく、訪れる人も特別なサービスを求めてはいないネットカフェと比べ、漫画喫茶は根強い人気があり、フランスのパリに漫画カフェという日本と同じシステムを取り入れた漫画喫茶があります。日本のように個々のブースで区切られてはいませんが、大きなソファーを備えたオープンスペースは明るくアットホームな雰囲気。日本アニメの人気が高い国でもあり、パリ市内外から多くの人が訪れ、現在では2号店ができているそうです。アメリカ。設備や営業時間はヨーロッパと同様で規制が多く、実際に2013年にはオハイオ州でネットカフェを禁止する州法案が可決されました。禁止される理由は、ネットカフェは規制を逃れたカジノに過ぎないという考えなのだとか。ネットカフェが提供しているスロットマシン型のオンラインゲームがカジノの規制に引っかかる違法なギャンブルとみなされたようです。そもそもカジノが認められていない日本とはネットカフェのあり方が違うようですね。またニューヨークでは店舗を構える純粋なネットカフェは見かけず、店内の片隅にパソコンを置いているピザ屋が数軒ある程度。ニューヨークでネットカフェが流行らない理由は、
無料の Wi-Fi アクセスポイントが多いことが挙げられます。タイムズスクエアやセントラルパークといった観光スポット、ホテルに私立図書館などほとんどの場所でネットが使用できるので、スマートフォンやタブレットがあればわざわざ有料のお店に行く必要はないという考えのようですね。ネットカフェの需要が減り続けているアメリカですが、ニューヨークには日本人オーナーがオープンしたアトムという漫画喫茶があり、年齢や性別を問わず現地の人に人気があるのだとか。ニューヨークでは日本の雑誌は高いため、毎月100冊以上の日本雑誌を店頭に置くアトムは情報収集の場になっているそうです。カンボジア。プノンペンにあるネットカフェも個室はなく、基本的に大部屋で漫画は置いていません。ただフランスと違い、金額はかなり安価なため、小さな子供たちも気軽に利用するそうで、日本のような休憩所ではなく、子供の遊び場としてのイメージが強いのだとか。まだ自宅にネット環境がない人も多く、ネットカフェに来てインターネットにつないでいる人もかなりの人数いるそうですよ。いろいろな国の事情を知ると、比較的治安が良いため規制も少なく、快適な空間を提供してくれる日本のネットカフェを利用できることがいかに恵まれているかよくわかります。ちょっと休憩に立ち寄るのもいいですが、お店自慢の新しいサービスを体験しにネットカフェ巡りも面白いかもしれませんね。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が少しでも良かったなと思っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。当チャンネルは毎日更新していますので、またのお越しをお待ちしています。